今日はコーヒー牛乳チーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はコーヒー牛乳チーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、こちらスーパーでもよく見かける雪印のコーヒー牛乳を使ってチーズケーキを作っていきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、コーヒー牛乳、卵、薄力粉、グラニュー糖、無塩バター、オレオということでね、今回はこちらの材料で作っていきます。まずコーヒー牛乳チーズケーキということで、今回はこちら雪印のコーヒー牛乳を使っていきます。このメーカーに関しましてはお好みのものを使用してください。もしインスタントコーヒーを使いたい場合は、牛乳にインスタントコーヒーを溶かしてお好みのコーヒーの濃さと、あとは甘さもお好みで調整して作ってみてください。そして下に敷くクッキー生地ですが、今回はオレオを使っていきます。こちらはノワールでも大丈夫ですし、普通のビスケットなどでも OK です。そして今回は15センチの丸いケーキ型を使っていきます。今回使うのは底抜けタイプのケーキ型になります。そして底の部分にクッキングシートまたはオーブンシートを丸くくり抜いて敷いてください。そして側面にはですね、このようにね、細長くクッキングシートまたはオーブンシートを切って、そして周りに敷き詰めます。型はこのように準備しておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめに下のクッキー生地から作っていきたいと思います。最初にこのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。そしたらよく混ぜてバターの塊がなくなるまできちんと溶かしてください。はい、バターはこれで OK です。それでは続いてオレオを細かく砕いていきます。オレオはね、中にクリームが挟まってると思うんですが、そのまま砕いてください。それではこちらのクッキーをジップ袋の中に入れます。そして綿棒などを使って細かく砕いていきましょう。はい、このようにできるだけ細かく砕くようにしてください。そうすると仕上がりも綺麗になります。そしたらジップ袋の口を開けて、先ほど溶かしたバターを入れます。バターを入れたら全体になじませてください。はい、このようにしっかりなじめば OK です。クッキー生地がなじんだら、先ほど用意しておいた型の底に敷き詰めていきます。これを全部入れてください。そしてゴムベラなどを使って全体に敷き詰めてください。はい、OK です。このようにゴムベラでしっかりと押さえつけてください。そうしましたらですね、こちらの型は使うまで冷蔵庫に入れておいてください。それでは続いてチーズケーキの生地を作っていきます。まずはじめにボウルにクリームチーズを入れてください。こちらのクリームチーズは冷蔵庫からすぐ出して、まだ少し硬いので軽く電子レンジで温めて柔らかくしていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、加熱しました。そしたらゴムベラを使ってクリーム状になるまで練ってください。この時ね、まだ少し硬い時はプラス10秒ほど加熱してみてください。一度にね、30秒以上加熱してしまうと焦げてしまう時があるので、30秒加熱してからその後は調整してください。はい、OK です。このぐらい柔らかくなるまでしっかりと練ってください。それでは続いてここにグラニュー糖を加えます。そして混ぜます。ある程度混ざったら今度は泡立て器に持ち替えてすり混ぜていきます。だいたい30秒ほどすり混ぜてください。はい、それでは続いてこちらに卵を割り入れます。卵はですね、一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の混ぜムラを防ぐことができます。そしたらね、同じようにしっかりと混ぜてください。はい、OK です。そしてよく混ざったらもう一つ割り入れましょう。これでまたよく混ぜます。はい、OK です。今ね、このぐらいトロトロっとした生地感になってます。それではですね、続いてここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉は必ずふるって加えるようにしてください。そ
そして全部加えたらしっかり混ぜましょう。この薄力粉を入れるタイミングなんですが、コーヒー牛乳を入れた後に入れてしまうとダマになりやすいので、必ずねコーヒー牛乳を入れる前にふるって加えるようにしてください。ダマがねできないようにしっかりと混ぜましょう。はい、 OK です。それではですね、最後こちらコーヒー牛乳を加えます。そしてよく混ぜます。はい、 OK です。このようにねしっかりと混ぜてください。それではですね、一度こちらの生地をこしていきます。そうすると仕上がりがとても滑らかになります。できるだけね網目の細かいものでこしてください。ではこします。結構ね生地はゆるい感じになってます。はい、 OK です。そしたらね一度優しく混ぜてください。生地はこれで完成です。ではね、冷蔵庫で冷やしておいた型の中に流し入れます。今回はね湯煎焼きしていくので、この底の部分をアルミホイルで覆っていきます。アルミホイルの上に置いて、そしてこのようにねしっかりと覆ってください。1枚だとねちょっと不安定なので二重にしてください。はい、 OK です。このように底の部分をしっかりと覆ります。そしたら型の中に生地を流し入れてください。はい、でこのようにねちょっと表面に気泡ができた時はようじなどで潰しましょう。はい、 OK です。では耐熱のこういったバットなどを用意してください。ここにキッチンペーパーを 2,3 枚敷きます。このようにペーパーをね底の部分に敷いていただくとゆっくり熱が入って、その分ねとても滑らかで綺麗な仕上がりになります。そしてこの上に型を置きます。こぼさないように注意してください。そしてここにお湯を注ぎます。だいたい80度前後ぐらいのお湯を注いでください。はい、 OK です。このようにして湯煎焼きしていきます。もしねこういったバットがない場合は耐熱のココットなどにお湯を入れて一緒に焼いてください。そうすることで同じ効果が得られます。ではこちらをバットに乗せて150度に予熱したオーブンで50分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このように美味しそうに焼き上がってます。それではねこちら取り出します。出来上がりの状態なんですけれども、ちょっとね揺すってみると表面がねまだプルッとした状態になってます。これをですねしっかり粗熱を取って冷ますとだんだんずっしりとした硬さになってきます。なのでまずねアルミホイルを外してください。熱いのでねやけどしないように注意しましょう。そして型だけケーキクーラーの上に置いてください。そしてこのままですね一度粗熱を取ってしっかり冷まします。冷ます時はですね表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーなどをふわっとかけておいてください。それではこのまま粗熱を取って冷まします。はい、チーズケーキの粗熱が取れて冷めました。先ほどはプルプルしてたんですが、冷めるとこのようにずっしりとした感じになります。それではここにラップをして、そしてこのまま冷蔵庫で1日しっかり冷やしてください。はい、1日冷やし終わりました。このように仕上がってます。それでは型から外したいと思います。まず型よりも少し高い容器を用意してください。そしてこの容器の上にケーキを乗せます。そして側面の型を下に下ろします。はい、そしてオーブンシートを剥がしてください。ピリ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 ーと。このように美味しそうに仕上がってます。そしたらお皿を用意してください。そして底の部分に薄めのナイフを差し込んでください。ちょっとね太めのナイフに差し替えて、底の部分のオーブンシートも剥がしてください。剥がしながらお皿に移します。よいしょ。はい、このように美味しそうに仕上がりました。はい、これでコーヒー牛乳チーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面も滑らかで美味しそうに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、断面はこのようにとても滑らかで濃厚な仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。すっごく滑らかです。口の中に入れるととろけるような食感に仕上がってます。そして食べた時にコーヒー牛乳の香りが口の中に広がってすごく美味しいです。
いうことで今日も美味しく仕上がりました。今回のコーヒー牛乳チーズケーキのポイントです。まずクッキー生地についてのポイントです。今回はクッキー生地にオレオを使ってます。こちらはですね、ノアールだったりとか、あとは普通のビスケットなどで代用していただいても OK です。ビスケットなどを使う場合はバターは 30g 使っていただくといいかなと思います。そして生地を作る時のポイントです。まず甘さについてですが、今回ねコーヒー牛乳にも結構甘さがあるので、お砂糖の量はお好みで調整してください。甘さ控えめがお好きな方はですね、砂糖は入れなくてもいいかなと思います。そして生地を作る時は材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の混ぜムラを防ぐことができます。さらにですね、出来上がった生地は一度こしてください。しっかり混ぜたつもりでもクリームチーズの塊などが残る場合がありますので、型に入れる前に必ずこして入れてみてください。そうすることでとても滑らかなチーズケーキに仕上がります。そして今回は湯煎焼きしてます。湯煎焼きする時はですね、バットの中にお湯を張って、そして一緒に焼くんですけれども、もし今回私が使ったようなバットがない場合は耐熱性のココットなどにお湯を張って、そして一緒に焼いてください。そうすることで同じ効果が得られます。そして焼き上がった後なんですけれども、焼き上がったら常温でしっかりと冷ましてから冷蔵庫で1日冷やしてください。焼きたての時は少しプルプルしてるんですが、しっかり冷ますとプルプル食感がなくなってずっしりとした感じになってきます。これをですね、1日冷蔵庫で冷やしていただくことでとても滑らかで濃厚な仕上がりになります。必ず冷やしてから召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコーヒー牛乳チーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。